はい、前回たわごと改めて独り言というふうになりました。で、非常に反響が大きいんですが、世界中です。私などいないということについてが非常にご質問が多くて、いるじゃないかと、私も他もいるじゃないかというご質問が多かったんですね。それであえてこれをやろうということで、簡単に言えばそのことを理解するにはシリが必要なんですね。僕は若い頃そればっかりやってたので、簡単に言えばシリ、要は壁抜けとかね、浮遊とかテレポーテーションのことですね。今で言うなんて言ったらいいんだろう、素粒子、そういう話ですよね。で、皆さんご存知のように素粒子分解していくと本当にちっちゃいものですよね。スカスカ、もっと言えば存在しない。じゃあなんで見えるんだ。振動している、音楽も振動しているから癒しの効果が非常に高いんですね。振動、バーッと振動、すごい量のスピードの振動をしているからものとして存在するというね、それがシリですね。ですから存在してないと見えないんですよ。存在してるだろうと、確固たるもんだろうと。しかし全て振動なんですね。この宇宙全てが振動して見えてるんですっていうか、存在している。だから実体がないんですね。振動しなければ存在しないんです。ですから私など本当はいないんですね。他もいないんです。人も他も宇宙も地球も振動している実体はないんですね。消えてしまったりなくなってしまったり出てきたり見えたり、そういったものなんですよ。だから私というものはないんだっていうのも真実なんですね。他というのもないんだ、それも真実ですね。まだ人類はそこまで言ってないのかな。量子力学はもう言ってんのかなね。ちょっと僕そっちの方を知らないので、今の量子力学のレベル、スピード、僕がこういうことを学んだのは20歳ぐらいの時だから、もう30年も前ですね。40年ぐらい前ですから、存在しない、壁に手が入るとかね、そういうシリテクニック。壁に手が入るのは同じスピードで動くからですね。同じスピードで震えるから中に入っていくんですね。逆にスピードが違えばぶつかりますね。そういうことが大事なことです。
この宇宙は非存在してないとも言えるんですね。存在してないから愛なんですね。無我なんです。無心なんですね。だから素晴らしい愛なんですね。ないから愛なんです。自我が強まれば強まるほど醜くなり、トラブって問題になり、苦しみになりっていうね話をよく聞きますけど、その通りですね。自我が分離が強まれば強まるほど一体がない、無我がない、愛がない、トラブルがどんどん増えていく。無我になればなるほど科学的に宇宙の実態に合ってるから、ますます良くなる、ますます素晴らしくなる。そのように考えたらどうでしょうか。まもなくどっちにしても人類はそちらの方に向かうでしょうし、量子力学的な科学の人たちもそちらに向かっていくでしょうね。また医学の人たちも死について実体がない、この世じゃない、現実じゃないという方向にどんどん行きますからね。それが今どの辺まで進んでいるか僕はちょっと分かりませんが、そちらの方に人類は向かっているというのが素晴らしいことですね。素晴らしく愛しいことです。それじゃあまたお会いしましょう。お相手はたわごとばっかり言うマースでした。独り言、さようなら。静かな夜、君思えばどこまでも続く空の胸
の胸には君を失っても決して失わない本当のことがある人はみんな誰も計り知れぬどこにいて今この瞬間にさえ等しい漏れてる空が落ちてきても大事な崩れ去ろうと愛しい